何気なく遊びに来たその友人があなたの家族を皆殺しにするつもりだったら、遡ることおよそ8年前の2015年7月7日、ベトナム・ビンフオック省。この日の早朝、木工会社を営むレバン・ミーさんの自宅に壮絶な悲鳴が響き渡りました。ミーさんの自宅へ家政婦が出勤すると、そこにはミーさんとその妻ガーさん、さらに娘や息子、甥などこの家に居合わせた計6人の惨殺遺体が転がっていたんです。警察はミーさんの経営者という立場からビジネス絡みで彼をよく知る人物による強盗目的の殺人と推測。しかし捜査を進めるうち、警察はこの推測が間違っていたことをすぐに悟ります。まさかこいつが犯人なのか。実は事件の数時間前、この家にいた14歳の甥の携帯に当て、犯人から次のようなメッセージが送られていたんです。よう、今日の夜中お前家に遊びに行くから扉を開けといてくれよ。突如惨殺された一家と犯人が残したメッセージ。親しい友人にも思えるその男が犯行に至ったその理由とは。男にとってこの一家は生まれて初めて出会った心の拠り所だったんです。おそす、この間ラッパーのサムさんにインスタフォローされたよ、ケンちゃんです。この星に舞い降りた奇跡、闇やみこです。なんかラップでライブ配信とかするんですけど、ラップのさ、能力値を3つとか4つに分けて、何がすごい人なのか教えてよ。ライムとフローとバイブスのこともしかして。サムさんはライミングですよね。ライミングがすごい即興性も。俺逆に見てたから、向こうもアルゴメトリー見てくださってるらしくて。おこがましいんだけどさ、うんアルゴメトリーでライミングしてほしいわね、ちょっと。いや、無理な要望だよ。おこがましいんだけどさ、どっかでね。おこがましいんだけどさどっかでやってもらえれば嬉しい。本日ご紹介するのはベトナムの東南部で起こった一家惨殺事件について。この事件で襲われたのは経営者一家だったため強盗目的だと思われていたんです。経営者一家ってことは、殺したのは例えば競合相手の人とか、社員とかなんか内部にもいる可能性あるわね。と思ったんですけど、実はね、ビジネスとは全く無関係の人だったんです。まずは事件が起こったその日の様子から。真夜中に家族を襲った悲劇は生々しく爪痕を残していたんです。狙われた一家。遡ることおよそ8年前の2015年7月7日、ベトナムビンフオック省。深夜2時、とある男性のもとに1本の電話が入ります。おじさん。眠い目をこすりながら男性が受話器を取ると聞こえてきたのは若い女性の声。男性はすぐにその声が22歳のメイ、レティ・アイリンさんだと気がつきました。リンか、どうしたんだこんな夜中に。この時、リンさんはひどく怯えた様子にも思えました。しかし彼女はなぜか声を押し殺すようにしてこう答えるんです。やっぱり何でもないの。そうつぶやくとすぐに電話を切ってしまったリンさん。不審に思ったおじはこの後、リンさんの母ガーさんにも電話をかけるんですが、彼女も同じように何でもないと口にするだけ。おじは不安に思いながらもそのまま寝床に入ることにしたんです。そして迎えた翌朝、リンさんの自宅へ出勤すると同時にけたたましい悲鳴を上げた家政婦。その家の中にはリンさんをはじめとする一家6人の惨殺遺体が転がっていたんです。うわ、これってさ、電話かけてた時にはすでに襲われてたってことよね。そうなんですよ。だからお母さんとか娘さんとかに電話かけてもどっちもすぐに電話を切らざるを得ない状況だったのかもしれないですね。殺された6人はそれぞれ刃物で首や胸を刺され血まみれの状態となっていました。また6人は1階と2階に分かれて別々の部屋で殺害されており、その様子は家族がそれぞれに家の中を逃げ惑っていたことを物語っていたんです。リンさんがおじとの電話をすぐに切ってしまったのは犯人に気がつかれないよう身を潜める最中のことだったからではないでしょうか。そして現場には2つ不可解な点が残されていました。1つは家族の中で唯一生後18ヶ月の末娘ベナだけが無傷の状態で発見されたこと。さらにもう1つは14歳の甥の遺体についてです。なぜこの子だけこんな場所で。警察が首をかしげたのは他の家族が全員家の中で殺されているのに対し、甥だけが庭先でまるで犯人を迎え入れるかのようにして亡くなっていたため。何これ、たまたま庭先にいただけじゃなくって、これにもなんか理由があるわけ？そうなんです。その理由は後に明らかになるんです。殺害された一家の主人レバン・ミーさんは木工会社を営む経営者。現場となった自宅からは現金数百万円が盗み出されていたため、警察はビジネス絡みでミーさんをよく知る人物の強盗殺人だと睨み捜査を進めます。そんな中、執り行われた一家の葬儀では事件の日の電話で異変に気がつけなかったことを悔やむリンさんの叔父の姿が。あの時すぐにでも駆けつけてやるべきだったんだ。そんな叔父の隣でその悲しみに同調するようにうつむいているのは端正な顔立ちをした青年。彼の名はグエン・ハイ・ズオン24歳。殺された一家と懇意にしていたズオンは急遽行われた葬儀を徹夜で手伝いにやってきていたんです。
よしよし、大丈夫だぞ。僕がついているからな。ズオンのその腕には家族で唯一生き残った末娘ベナが抱かれていました。若いのに感心させられるわね、この子ね。噛んじゃった。噛まないの。ズオンは一家とめちゃくちゃ仲良かったのね。赤ん坊もね、懐いてますしね。一家の主人ミーさんのビジネス絡みの殺人と見られたこの事件だったんですけど、この後警察の思惑を大きく裏切る展開になっていくんです。青年が求めた幸せ。事件の数日後、捜査を進めていた警察はついに犯人の手がかりとなるある証拠へたどり着くんです。その証拠とは、庭先で亡くなっていた甥の携帯に残された次のようなメッセージ。今日の夜、お前ん家に遊びに行くから、時間通りに扉を開けといてくれよ。一見して友人同士の何気ないやり取りにも思えるんですが、メッセージの主が指定していた時間は事件当日の午前2時。そう、メッセージの主が犯人であることは疑いようもなかったんです。同時に警察はメッセージを送ったその人物の正体を知り、動揺を隠しきれずにいました。なぜなら、甥にメッセージを送ったその人物はなんと、グエン・ハイ・ズオン。一家の葬儀を献身的に手伝っていたあの青年だったんです。一家殺害したのズオンだったの？信じらんないんだけど。本当に恐ろしいですよね。何食わぬ顔で赤ちゃんとか抱いてましたから。一家を惨殺したのはズオンとその友人ブーバン・テイエン24歳の2人。木工工場で働いていたズオンは同僚のテイエンに強盗の分け前を与える約束で共犯を取り付けたといいます。やっと手に入れた幸せだったのに、俺はあいつらを許せなかったんだ。取り調べ室で声を震わせながらそう語り始めたズオン。ここから彼の人生、そして彼と一家の関係性が明らかになっていきます。1991年、ズオンはベトナム南部カンボジアとの国境に位置するアンジャン省で生を受けます。そして彼は教育熱心な父親により、そのほとんどを決められてしまっているかのような人生を歩んでいました。ズオン、サイゴンの学校で貿易を学びなさい。これからは国際社会の時代だからな。18歳を迎える頃、父親からそう焚き付けられたズオンは、父親と共にベトナム南部最大の都市、サイゴンへ移住。しかし、どうやらここの学校を出ても安定した職に就けるわけじゃなさそうだな。ズオンが学校へ通い始めて間もなく、父親は当初の見解を変え、ズオンはこの町に住む叔父のつてで木工工場で働くことになるんです。ほとんど父親の言いなりじゃない。そうなんです。ある種窮屈な人生を送っていたズオンだったんですけど、その運命を変えたのがあの一家との出会いだったんです。木工工場で働くようになったズオンの住まいは工場の警備室。彼はここでも父親と二人暮らしをしており、監視されているような境遇が変わることはありませんでした。そんなズオンに転機が訪れたのは2013年。彼が22歳を迎える年のこと。ねえ、ズオンもおかわりどう？そうやってズオンに笑いかけるのは、黒髪に大きな瞳が愛らしい女性。ズオンより2歳年下のレティ・アイリンさんでした。彼女はズオンが勤める木工工場の社長、レバン・ミーさんの長女。職場で顔を合わせるうちに惹かれ合ったズオンとリンさんはいつしか交際するようになっていたんです。そして今、ズオンが座っているのは、リンさんの一家が取り囲む食卓。二人は家族ぐるみで付き合っており、ズオンはリンさんの実家に入り浸るようになっていたんです。こんなに温かいご飯はいつぶりだろう。幸せだな。そうやって幸せをかみしめる一家との日々の中で、ズオンが特に可愛がっていたのが、まだ生まれたばかりの末娘、ベナ。よしよし、ベナは本当に可愛いね。腕の中で微笑みかけるベナを眺め、ズオンは密かにリンさんとの間にできる自分たちのこの姿に思いを巡らせていました。このようにズオンにとってリンさんやその一家との出会いは全て父親の言いなりだったその人生に光が差した瞬間に思えていたんです。そう、この後ズオンをどん底に突き落とすあの出来事が起こるまでは。せっかくいい感じに幸せそうな恋なのに何が起こるっていうの？一言で言えば、社長令嬢とズオンの恋っていうのは、そもそも叶わぬ恋だったというね。はぁ？なんかそれも悲しいですよね。でもそういうことなんだって。ズオン、ごめんなさい。もうあなたと付き合うことはできなくなったの。2015年3月、突如として別れを口にしたリンさんを前に、ズオンは完全に放心状態となっていました。やっと幸せになれると思ったのに、別れる？なんでなんだ？この日以降、別れを受け入れられなかったズオンは、復縁を求めて何度となくリンさんの元を訪れるんです。そんなある日のこと。リンさんみたいな綺麗な女性と付き合えて、僕は本当に幸せだよ。リンさんの説得にやってきたズオンが目撃したのは、仲睦まじく腕を組んで歩くリンさんと見知らぬ男の姿。そう、ズオンと別れて間もなく、リンさんには新しい恋人ができていました。それもそのはず、ズオンとリンさんが別れることになったのは、リンさんの家族が資産家の御曹司との縁談を進めていたから。俺が今までリーやその家族と築いてきた関係は何だったんだよ。結局家柄で全部決まっちまうのか。
まあ悲しいわね。なんかズオンは結局一家が縁談決めちゃったことで人生で唯一見つけてた幸せを失うことになって、かといって全員殺害するって。腹が立つ気持ちが100歩譲って分かったとしても、なんでそんなレベルになるんだろうって思いません？なんか実はこうした怨恨殺人、犯人に共通点があったりするとも言われてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、怨恨殺人について。怨恨殺人とは人間関係の恨みをきっかけにした殺人のこと。怨恨殺人を犯してしまう人の特徴には、幼少期の愛情不足や両親への強い依存心が挙げられます。両親に甘えられない幼少期を過ごすと、他者への甘えや依存に固執する人格が形成されやすいとされます。これは両親に甘やかされて育った場合も同じ。要するに極端な愛情の偏りが強い依存心を植え付けることになるんです。父親に全て依存する人生を送ってきたズオンは、他者への依存心が人一倍強く、リンさん一家から拒絶された憎しみを抑えきれなくなってしまったと考えられるんです。こうして一家への恨みを募らせたズオンはついに犯行に及んでしまうんです。ただ彼の犯行にはほんの少しだけ情が残っている部分もあったんです。わずかな良心。2015年7月7日深夜2時、リンさんの自宅前に2つの人影が姿を現します。そう、ズオンと共犯者のテイエンです。お前は手を出さなくていい。俺が家族をやる間に家から金目のものを盗み出してくれ。事前にそう約束した上で、ズオンはテイエンを仲間に引き入れていました。そして2人が家の庭先に差し掛かったその時、あ、ズオン兄ちゃん、待ってたよ。ちゃんとゲーム持ってきてくれた？そう言って駆け寄ってきたのは、この一家の14歳の甥。ズオンは事前に甥の携帯にメッセージを送り、深夜2時に扉を開けるように命じていたんです。ああ、持ってきてやったぞ。そう口にしたズオンを前に嬉しそうに笑った甥ですが、ズオンが差し出したのは欲しがっていたゲームソフトなどではありませんでした。ああ！悲鳴を上げるとともに真っ赤な鮮血を散らし、その場に崩れ落ちる甥。足元に転がった彼の遺体をそのままに、ズオンはリンさんたちの待つ家の中へと歩みを進めます。助けて！自宅の1階から響く悲鳴と何度も切りつけるような鋭い音。じきに自分たちのいる2階にもやってくるであろうその恐怖に、リンはたらたら怯えながら身を隠していた。そして、隠れていた部屋の扉が開いた瞬間、リンはその目を疑った。そんな、ズオン、どうして？開かれたその扉の向こうでは、刃物を携えた元恋人がじっとこちらを睨んでいたから。俺たちはうまくいっていたはずなのに、なぜ裏切った？ズオンのその表情は、かつて愛してくれた彼のものとはまるで別人のような憎悪に満ち溢れていた。そして、リンへ歩み寄ったズオンは何の迷いもなく、彼女の命を奪ってしまった。よし、金目のものはあらかた見つけた。さっさと逃げようぜ。共犯者のテイエンがそう声をかけたのは、ズオンが一家を殺害し終わったその時だった。しかし、おい、ズオン、何してんだ？早く行くぞ。待ってくれ。家を後にしようとしたズオンの耳に飛び込んできたのは、まだ生まれたばかりの一家の末娘、ベナの泣き声だった。ベナに歩み寄ったズオンは、持っていた刃物をしまうと、大声で泣く彼女を抱き上げる。ズオンはそのまま緩やかに体を揺らし、ベナが眠りに落ちるその時を待った。そして、その寝顔を見届けると、彼は共犯者のテイエンと共に夜の街へ消えていった。一家への恨みはあれど、赤ちゃんだった末娘には何の恨みもないっていうことなのかしらね。そうですね。ズオンも供述の中でベナに関する愛情だったりっていうのも述べていたりするんで、唯一の救いというか、本当ベナちゃんにとっては良かったんですけど、その後逮捕されたズオンとテイエンに下された判決は、両者ともに死刑。ズオンは抵抗する素振りすら見せず、この判決を受け入れ、自ら死刑の早期執行を望みました。一家との関係をなくし、絶望したズオンの思いは、復讐を遂げたとしても満たされることはなく、彼はもはやこの世への未練すらなくしていたのではないでしょうか。そして事件から2年後の2017年11月17日、ズオンの死刑が執行されます。殺害された一家の財産はその後、生き残った末娘ベナに全て相続されることになりました。ズオンが最後に見せたほんの少しの良心から救われた彼女が、血の繋がった家族を失ったその世界でも、せめて強く育っていってくれることを願ってやみません。